実は自分はあまり友達がいません。アルコールも飲まないので、目的もなく付き合える人間関係が維持できないんですね。スポーツをする仲間とか、一緒に勉強する仲間とか、そういう人はいっぱいいるんですけども、なので友達はほとんどいないのかなと思っていますが、別にそれで特に困ったことないし、むしろ人生充実してるなと思います。で、一方で世の中はちょっと友達が多いことイコール良いこと、幸せなことという考えに縛られすぎていて、逆にそれで不幸になっている人もいるなと思ったりしています。なので今日は、僕の視点でやめるべき人間関係ということで話してみたいと思います。それでは今日の絵について、今日もまた前回に引き続き白黒の鉛筆画で肖像画を描きます。新たな試みとしては、もう少し正確に測って描かないと人物画はダメだなと、やっぱり表情がすぐ変わってしまうので、なので今回は、グリッドを今までよりも1段階細かく2センチグリッドで測るのと、あとは途中で写真を撮って画面上で参考にしている写真と、ちゃんと、特に目の位置、鼻の位置、口の位置ですね。これがちゃんと合ってるか確認しながら位置を取っていこうかなと思います。では、楽しんでいきましょう。それでは今日のテーマ、やめるべき人間関係、話していこうと思います。まず一つ目は、人を変えようとする人。どうでしょう？心当たりあるんじゃないでしょうか。自分の考えだけを正しいと思っていて、自分の考えを押し付けてくる人ですね。もちろんそこまで直接的に押し付けなくても、彼の言った通りにやらないとなんか不機嫌になったりとか険悪になったりする、プレッシャーを与えてきて自分の考えの方向に導こうとする人ですね。じゃあ逆にどういう人間を選ぶべきかというと、選択肢を提供してくれる人ですね。やっぱり理想的な人間関係って間違った時に指摘してくれたり気づきを与えてくれる人ですよね。あなたの目の前に選択肢を提供して、それを選択するか選択しないかは委ねてくれる、そんな人と一緒にいましょう。そういう人であればね、その人と話せば話すほど世界は広がっていくはずです。なのでやめるべき人間関係の一つ目は、人を変えようとする人でした。二つ目は、理想を持たない人です。現状にすごい不満を持っているんですけれども、逆に何をしたいのか、どういう人生を送りたいのか、どういう自分になりたいのか、理想が一切ない人ですね。こういう人ってやっぱり基本的に愚痴るんですよね。で、愚痴るんだけれども行動しない、解決策を提案してあげても動きたくないので、できる理由よりもできない理由を探し始めるんですね。親身になって考えれば考えるほど無駄な時間を過ごしてしまうというようなことになります。もうこちらも、じゃあどういう人と一緒にいるべきかというのは、やっぱり常に行動している人、理想を持って進んでいる人、そういう人と一緒にいる方が気持ち的にもどんどん楽しくなると思います。なのでやめるべき人間関係2つ目は、理想を持たない人でした。3つ目は、自信のない人です。自己肯定感の低い人みたいな言い方も最近よく聞きますね。どういう時に問題かっていうと、例えば、会社とかね、組織とか、そういうところの議論で、みんながその組織とか団体を良くしようとしている時に、こういう人と一緒にいると、その人かその人以外かという全体の利益よりも個の議論になっていってしまうんですね。あとありがちなのは、僕はこんなにすごいぞというようなさりげない自慢が入ってくる。結局自慢する人って自信があるから自慢するんじゃないんですよね。自信がないから自慢するんですね。で、自信がない人ってのは本当にそれだけではなくて、軽い冗談とか、軽い指摘とか提案が自分自身への攻撃をされた
というような受け取り方をするので、ものすごいオブラートに包まないといけなくなってきて、コミュニケーションがすごい面倒くさくなってくるんですね。で、こういう人の傾向は、大体何かを提案して、こういう理由からこうした方がいいんじゃないかとかそういう話をすると、最終的に反論できなくなると、その言い方が嫌だ。なんでそういう言い方するのみたいになります。言ってくれた内容よりも、とりあえずやり返したいんですよ。攻撃されたと思ってるから。やっぱりこういう人はね、なかなかその人自身も全然成長してくれないし、こちらも良かれと思って言ってることが全く響かないので、なかなか建設的に物事を進められないですね。というわけで3つ目は、自己肯定感の低い人でした。どうでしょう？心当たりある人いるんじゃないでしょうか？何でもかんでも人間関係切ってると、どんどん自分みたいに友達いなくなってしまうので、そこは人それぞれだと思いますが、人生にプラスにならない人間関係を維持するために振り回されているのは本当にもったいないなと思います。よかったらこれを機に人間関係棚卸ししてみてはどうでしょう。さて、絵の方もそろそろ完成にしようかなと思います。今回はね、最初に言ったように1回の位置の正確さをチェックするフレーズを入れたら、かなり正確に書けるようになりましたね。パソコンをね、使うのが人によっては邪道だと思う人もいるかもしれませんが、このやり方続けていきたいなと思いました。では、今回はこんなところで、よかったら一緒に絵を描きましょう。ではまた次の動画で。